京二くんのこと邪険にしてるって聞いたからダメよーってね。いてくれていいわよ。京二くんはいい人なんだから無駄に邪険にしちゃダメよ。だって胸触ったこといいじゃない。胸の一つや二つそりゃあ舞ちゃんの胸は大きいから触りたくなるのはわかるけど、無理無理、ちょっくら先生にもそれを触らせてみ。ちょっとやめてよみどりちゃん実は私も触ってみたかったのよね、バイトしていた頃から。いや、やめてってば。いやあれ、そうだっけ。するのはなし。それともお主、よもや京二くんのこと好きなんではあるまい？何言ってるのよ。そんなことありえるわけないでしょ。あれも先生、えらい言われようですね。学園は恋愛禁止なんでしょ。だったらおや、じゃあ恋愛禁止じゃなかったら OK なんだ。違うわよ。もう知らない。面白い。可愛いんだもん。私バイトでウェイトレスやってたの。駅の通りにあるリンデンバウム、あそこ。あったりー。食事しに来てね。あれ、そうなんだ。私ドジで結構皿洗いとかばっかやってたんだけどね。そんなことないわよ。それにあそこの制服かわいいじゃない。やるなら絶対ウェイトレスじゃなきゃ。ことを言うと本業であるところのこれが忙しくなってきたんでね、やめたのだけど。でも夏休みの副業でもう一回やってもいいかな。どうかした？
かってます。だけど、あまりの月には無理してほしないんだし。無理など、いや、無理だって必要とあればやる。母のためなの。冷静にならない気がするね。相手は一番地なんやで。相手が一番地だろうが関係ない。奴らは母の仇なんだぞ。私は今日まであの日の復讐をするために生きてきたんだ。たまにはうちの助言かて聞いてくれはってもええのに。もちろんしずるには感謝している。だが。しょうのない人ですな。今日はその言葉が聞けただけでもよしとしましょう。とにかく、あんまりいちびらんことね。わかっている。あれ？先生、どうしたんですか？お前、聞いていたのか？いつからそこにいた？本当だろうな。夏希？どうした？いや、なんでもない。それじゃあな。先生、お茶でも飲みましょう。また来たの？もしかして今？じゃあ注文はコーヒー？それ調べてるの？
ハーブティーには癒しの効果もありますし、一日の疲れを取るにはちょうど良いかと思います。ありがとう。私もさっぱり存じ上げません。ただ旦那様のことですから、どこかで調査に没頭なさっているのは間違いないでしょう。頼りがないのは何とやらと申しますが、旦那様の場合まさにそれで、何かしらの連絡がある方が心配になります。あ、そうかもね。旦那様の場合、間違いなく心配するだけ損ですから、ご安心なさるとよろしいかと。本当だね。お父さんのこと心配して心配通りだったことなんて一度もないね。何か？お嬢様、すでにお風呂の用意ができているので、さっさと入ってきてください。はいはい、そうじゃないとお兄ちゃんもサリーも入れないもんね。わかりましたと。それじゃお先に。よろしいでしょうか。先ほどの旦那様のお話なのですが、そうではありません。先ほど申し上げた通りです。ですが、あまりお嬢様の前で旦那様の安否に関する話はしないでください。お嬢様はああして明るく振る舞い、平気そうな顔をしていますが、おそらく今頃は胸中複雑なはずです。なんだかんだと言ってもまだまだ子供ですから。しかし、より正確に言うなら、旦那様のことを話題にするのがよろしくないわけではないんです。旦那様の話自体はお嬢様も好きですから。問題は高村様、あなたです。高村様が不安そうにしたり心配そうにしたり、そういった態度をお見せになるのがよろしくないんです。
深刻にお考えにならないでください。深刻に考えていることがまたお嬢様を悩ませてしまうかもしれません。はい、そうです。なんでしたらどんな拷問にあっても平気で笑っていられるだけの精神修行のメニューをお教えしますが。そうですか。発掘作業などで紛争地域などへ行かないといけない場合などには有効ですので。そうなのですか。ですが旦那様は銃弾飛び交う中平気で発掘作業を続けていた時もありましたそうですか。ほら、お兄ちゃん、早く早く。そうだけどね、朝ってなんとなく急ぎたくなるんだよね。よしよし、行ってくるからね。ちゃんとお留守番してるんだよ。忘れないよね。つまりさくやちゃんは月曜からの林間学校のことを言っているのだろうね。はい、まさにその通りで。お二人さん、おはよんぐ。何言ってる。現在進行形に決まってるじゃないの。おはようございます、みどり先生。長司くん、おはよんぐ。なくて？聞いてきたら？もしかしたら京司くんは新任だからあえて外してあるのかもしれないし。お兄ちゃん先生も一緒に林間学校行けるといいね。
存在に関しては今は何も申し上げることはございませんが、ごめんなさい。こちらの伝達が行き届いておりませんでした。そうしてください。そうですね。詳しいことは迫水先生に確認していただければと思います。私の方から迫水先生の方へ連絡しておきますので。お手数をかけてしまい申し訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。ましろちゃんに緊張？確かにちょっと力を込めただけで壊れてしまいそうな印象を受けるかもしれないけどね。さあどうだろうね。そんなことよりも先生、林間学校の準備これから大変だね。大変かもしれないけど、でも今のうちに精一杯楽しんでおかないとね。さあ、特に深い意味なんてないかもしれないよ。だってほら、一寸先は闇って言うじゃない。昔の人はいいこと言うよね。確かにわからないもんね。だから楽しんでおけばって言ったんだよ。あんまり気にしなくていいよ。嫌でも時は流れるから。それじゃあね先生、僕ももうすぐ授業が始まっちゃうから行くね。知らなかったの？ありえないことだな。教員室の中でもいじめってあるのかな？それにしても先生が林間学校のこと知らなかったなんてね。変なの？林間学校か、楽しみ。私山も海も大好き。
かもしれないけど、彼女になった人は大変かも。だってデートしててもそんなことばかり考えてるんでしょ。せっかく一緒にいるのにつまらないじゃない。同じ趣味ならいいけどね。違ったら大変だよ。先生も相手の人も。やだもう、そんなの私が知るわけないじゃない。だいたい先生の彼女になる人なんて想像つかないもん。そもそも恋愛禁止なのよね。わからない。とにかくこの学園の関係者が恋愛しちゃダメなんじゃないの？っていうか、あんた先生なんだからそっちがいろいろ分かってないとダメじゃない。事件が起こりそうだもんね。お疲れ様です、高村くん。神父様とお話ししている生徒たちに恥ずかしいところを見られたのではないですか？そうですか。それでは報告をお願いします。なるほど。例えば、久我さんや時葉さん、南さんやその結城直さんのような力を持っている女の子のことを言うのではないでしょうか。はい、悪くないのではないでしょうか。ええ、十分に考えられることです。高村君にはぜひその線も含めて今後も調査を続けてもらえればと思います。彼女たちが姫伝説と無関係とも思えませんし。例えば何人の姫がいてそれが誰なのか、できたら
そこまで調べていただければと思います。おそらくそれが姫伝説の解明へと近づけさせてくれるでしょう。はい、ご苦労様でした。次回の定期報告は、そうですね、少し間が空きますが、7月16日にお願いします。おや、高村君、報告は終わりましたか？そうですか。あさってからは林間学校ですね。この地を離れている間は多少は息を抜いて純然とバカンスを楽しんでもいいかもしれないですね。それもそうですね。まあせめて山の美味しい空気だけでも堪能してきてください。何にせよ神のご加護がありますように。山ではミュウのこともよろしくお願いしますね。師匠、ムーの特集が面白すぎて。インドネシアのある島に生息している植物のほとんどが鳥や人間が運んできた外来種であることを考えると不思議ではない。もう読んでて興奮しちゃって。あまり外へ出ることがないから世界中で起こっている不思議な出来事とかにすごく興味があって。はい、ここに来る前も入院してて手術も何回かしたことあります。あ、師匠、そんな暗い顔しないで。そんなに心配はいらないんだから。だってほら、こうしておしゃべりできるし、食べ物は何だって平気だし。確かにあまり激しい運動はしてはいけないって言われてるけど、お姉ちゃんなんか僕がちょっとでもはしゃぐとすぐ怒るんですよ。はい、だと思います。けどたまにはやっぱり。
い師匠、唯一の楽しみを僕から奪わないで。でも歩いたりするよりはずっと刺激的です、この雑誌。ちょうど僕が生まれた頃の話ですよね。その話もうちょっと詳しく聞きたいです。
教授くん？これ？ごめんね。まさか教授くんだとは思わなかったからさ。いや、この辺って化け物が出ることが多いのよ。今回もなんかそんな気配がしたんだけど、ごめんごめん。まさか最初の一撃でひるませて逃げるのよ。ねえねえ、それよりもしかして京二くんもここの調査か何か？そうなのだよ。まあせっかくこんな探求心を刺激する場所があるんだから調べないともったいないわよね。やっぱり姫伝説？まあこの裏山に来てる時点でね。とは言ってもまだまださっぱり。いろいろ教えてほしいくらいなんだけどね。空気を震わせたような気のせいかしら。まさかそれのせいで気配を見誤ったというの？でも確かにオーファンの気配も感じたし、まるでエレメントのような気がしたのだけど、男だし。残されたエレメントという可能性があるにはあるか。何？ありがとう。でもやっぱり特に変わったところはなかったわ。そうね。私ももう帰ろうかな。こんな暗いところに美少女が一人でいたら危ないもんね。京二くんもそう思うよね。普通の美少女？じゃあ普通じゃない美少女？私17歳って言ったじゃない？まさに美少女適齢期じゃないの。わかったわよ。そこが京二くんの譲れない一線ってわけね。17歳はもう少女とは呼べないと。
ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。化け物倒せと私を呼ぶ。トン。やあ、遅れてすまないね。無事かい？違うぞ君。私は正義の味方ならば、君を正義と見込んで手を貸そう。少し下がっていたまえ。カモでサクッといっちゃおう。サクッと。君！君は離れていたまえ。ここは大変なことになる。さて、いよいよお前の時間よ。
才色兼備な美少女の縦横無尽獅子奮陣のチャイルドがオーファンどもを死残欠我の地獄へ落とす。やってきたわね、学天。頼りになる憎いやつ。
「
だ試しなし。正義は勝つ！当然よね。いい子だったわよ、学天は。ちょっと、京二くん待ってよ。ひどいじゃないか。か弱い美少女を置き去りにしていくなんて。そう、正義はじゃなくて、よかったよ、ほんと。危ないところを正義の味方に助けてもらえて。美少女であるところのみどりちゃんはずっと木の陰でガタガタと震えていました。京二くんがもうダメ、危ないって思って目をつむった時にあの正義の味方の人が来てくれて、ああよかったって。正義の味方の人に感謝しなくちゃね。感謝だね。
高校とか虫除けがあれば。仕事の道具はよくわかんないんだけど、寝袋はいらないんじゃないかな。確か寝具は施設の方で用意してくれるってしおりに書いてあったはずだけど。もう先生、しっかりしてよ。手際がいい自信はありますけど、もう仕方ないな。仕方ないじゃない。さっきの様子じゃ放っておいたら明日になっても終わりそうにないんだもん。明日が出発だっていうのにそれじゃ困りますからね。さっさと荷物まとめるんだから、そっちの手提げ取って。これで完璧。やれやれだね。いいわよ、そんな。改まって礼なんか言わなくても。ありがとう。これで先生も林間学校に行けるね。せっかくなんだし、楽しい思い出にしたいよね。ご注文は？はい。もう準備は済んだんだよね。準備に遅れて林間学校来れなかったら傑作だもんね。
厳しくなるんだ。私は大丈夫かな。だって別に隠れて付き合ってる彼氏がいるわけじゃないし、監視されて困るようなこと何もしてないもの。何よ。それは否定できないかも。その時は見逃してよね。高村様、何か料理の方に問題でも？ああ、なるほど。本日の夕食は私がお作りしました。お兄ちゃん、それはどういう意味ですかね。お嬢様も現在密かに猛特訓中ですので、特訓が終わり次第実力を存分に披露すればよろしいかと。もちろんなんだから。それにしても私たちがいない間、サリーは寂しくなるね。心配ご無用。世話ばかりかかる子がいなくなるゆえ、のびのびとさせていただきます。
王様。下げたらもう。あれ、お兄ちゃん。お二人とももうあまりお時間が残っておりませんよ。もう目はバッチリ覚めちゃったよ。それじゃ荷物取ってくる。お待たせお兄ちゃん。それじゃレッツゴーしよう。二人とも気をつけて、そして楽しんできてください。いってらっしゃいませ。だって寝不足なの。だってお布団に入ってからはなかなか眠れなくて、すごくドキドキしちゃって。私はクラスの方へ行くね。先生、おはようございます。にやけた顔して朝から楽しそうでいいですね、先生。おはようございます。おはようございます。
して。だがやっぱり海は楽しくない。私は山の方が好きだ。それにこっちなら京次や舞がいる。きっと美味しいものが多いに違いない。その通りだ。来てはいけないという掟は中等部にはなかったのだ。私は掟を破ったわけじゃないぞ。あそこだ。しまった。私もまだまだ修行が足りない。分かっている。本当だ。子供扱いするな。来ることなんてできないのだ。ちゃんと私が持っていないと。疲れたぞ。ずっと座っているのは体を動かすよりも何倍も疲れるな。まったくみことってば。みことちゃん？おお、さくや。自然の中で遊んだら楽しいんじゃないかなって思って。分かってます。喉カラカラ。だから喉カラカラなんだってば。そうじゃないのだよ。どちらかというとのど飴の方が欲しいっていうか。の中で歌いすぎちゃってさ、声張り上げすぎちゃったんだよね。
は先生、大変でしたね。私の方から中等部の教務主任の方へは連絡しておきましたので、まあ山に来てしまったからには山を堪能してもらいましょうね、南さん。山は楽しいぞ。不純な塵や微粒子、ガスなどがほとんどなく、非常に空気がきれいです。それでは皆さん集まってください。さて、キャンプではテントを張ったり自炊のための準備をしなくてはなりません。各自前もって決められた持ち場へ行ってそれぞれの準備をしてください。先生たちも各所を回って様子を見ます。わからないことがあったら聞いてください。おっと、その前にお昼ご飯ですね。お弁当があるので皆さんそれを受け取っていってください。各作業に関してはその後のことです。とりあえず弁当は好きな場所で食べていいわよ。その代わりゴミはちゃんと集めて捨てるように。いいね。監視してるわけ？あのね、私だけじゃなくて他を見なさい。私が料理班でもよかったんだけど、彼なら別にいいんじゃないかなってことで私は外れたんだよね。他の人の作る料理ってあんまり食べる機会がないし、実はこれはこれで面白いかもって思って。何よ、もしかして私の料理が良かったの？
ばみゆさんとか。まあ信じようよ。山アジサイ、雪の下か、ハイドランジア族。学名はハイドランゲアセラータ。花言葉は移り気。私を怒らせるなよ。お兄ちゃん、先生、今なんか音がしたような。
鳥って？やってみるけど。なんか見たことあるかも。いわゆる前方後円墳とその形状の 87% が一致します。そういったものは見かけなかったけど。やだなあ、先生。僕はいつだって神出鬼没じゃないですか。それよりも先生、今日のこの地方の天気知ってます？正解！さすが、ちゃんとチェックしてますね。つまり、とってもよくお星様は見えるってことだよね。満天の星空は今日という日にふさわしいですよ。さあね、舞台は整いつつある。あと2人だけさ。そして1人は今日に段取ってあるからね。それにしても彼女は一体どんな舞を見せてくれるだろうな。美しい、可憐、荒々しい、それとも官能的とか。僕とっても楽しみだよ。さていろいろと支度しなくっちゃ。ほら、先生だって夕食の支度があるでしょ。そろそろ戻らないといけないんじゃないの？
れ事前に決められた持ち場で各準備を始めてください。だからもう何でもないって言ってるでしょ。そうかな。でも舞ちゃんと高村先生結構仲良くない？はい？かなり噂になってるよ。知らないの？噂に？うわ、すっごく迷惑。だいたいね、あの先生の一体どこに魅力があるっていうの？顔かな？はい？結構いい顔だと思うけどね。優しそうな。あかねちゃん、一度眼科に行った方がいいんじゃない？あ、ひどい舞ちゃんったら。まあ、ともかく私と先生はそんな噂になるような間柄じゃありません。うわ、気色悪っ。言っちゃって気になるくせに。なりません。こんばんは。まさか先客がいたとはね。あんたね。まったく。よくそんな変質者っぷりで教師なんてやってられるわね。そんなことあるわけないでしょ。なんだかね。誰が怒らせてるのよ。怒るわよ。だいたい夜空ならよく見るわよ。気になって仕方ないからね。
何万年も前のものって本当なの？気の長い話ね。先生が掘ってるのなんてたかが1000年ちょっと前のものでしょ？そうなんだ。じゃああの赤い星はどうなんだろう。それにしても静か。眠れない人が多いのかもね。翔太先生、何してんの？ちょっと死にたいの？こんな時までぼーっとしないで。教授、マイ、みこと？ブラン、チャージクロームマテリア。リアの予感は的中したか。それにしてもなぜここにオーファーが。しぶとい。
驚きの強さだね、こりゃ。ナギ。やだな、夏希ちゃん。そんな怖い顔しないでよ。貴様か。さて、どうだろうね。あれ、ずいぶん余裕じゃない？いいの？そんなによそ見なんかしてて。わお！ちょっと！いよいよかな。やはりあそこで発現したエレメント。でもまさかこの天輪は、まさか化合土。いや、考えすぎか。だってあれはまたこれが。これって何？本当に私が？化合土はありえない。そんなことは。でも彼にあれがある。懐かしいな。今度の星読みの舞は面白いことになりそうだよねえ、姉上。舞ちゃん、舞ちゃん、君は大切なものを守りたいと思うかい？大切なものだよ。守りたいとは思わないのかい？あるでしょ？舞ちゃんにも大切なものが。当たり前じゃない。守ってあげたいわよ。その大切なものを守るために、舞ちゃん、君は自分の一番大事なものをかけることができるかい？バカ！そいつの言葉に耳を貸すな。まだ引き返せる。おっと、危ない危ない。マイ、ナギの言うことに耳を貸すな。聞いてるだけだよ。
どうなんだい？君は大切なものを守るためにかけることができる？一番大事なものを。できるわよ。私の命くらい惜しくはない。必ず守り通してみせる。かけられる。だけど戒めを受けている。拘束され半ば封印されたままだというのに、この力。何これ。バカだ。覚醒してしまったか。おお、マイ。かぐ土。君のチャイルドの名前だよ、舞ちゃん。かぐ土。大事にしてあげてね。大事な愛の結晶なんだからね。みんなを守るの。あいつを倒して。さすが。やはりお前もそうだったか。もうどうなっても知らないからな。マイも姫だったんだな。みこと。私はマイが姫なのは嬉しいぞ。さっきのはかぐ土というのか。すごいぞマイ。先生？うん。そうだね。
はようございます、高村先生。ああ、高村先生、昨晩すごい音がしましたね。あれですが、落雷ということですので、後ほどご自分のクラスの生徒たちにそのように説明しておいてください。あれは落雷です。高村先生、もう生徒たちが集まり始めていますし、よろしくお願いしますよ。せっかくの林間学校なのに落雷だなんて、落雷なんちゃって。おい、つまらんことで悩むな。まさか怪物がどうの、オーファンがどうの、チャイルドがどうのというわけにもいかないだろう。真っ白からのお達しだからな。教師どもには何を言っても始まらんぞ。風化長と同じだ。さっさと我々のクラスにも昨日のことを説明しろ。先生こそ体大丈夫？よかった。夏希がね、昨日のことは誰にも言うなって。私もね、それはなんかおかしいんじゃないかって言ったんだけど、何も知らない人に知れたらその人が危ないって。よくわかんないんだけど、今は私も言わない方がいいって思ってる。なんか良くないことに関係のない人、姫だっけ？私みたいな力を持ってない人を巻き込むわけにはいかないもん。夏希もそれで悩んでいたって言ってた。彼女はね、一番地っていう場所の怖さを訴えてた。一番地だけじゃなくて、夏希からかいつまんでだけど聞いたの。姫のこともね。でも
して私が、姫の候補とかだったから、この学園に呼ばれたのかも、って思うと、なんだかなって。みたいだよね。一体どういうことなんだろう。もう何が何だかさっぱりわからない。あの時は本当に夢中でみんなを助けないとって。私があんなところで死んでしまったら、私の大切な人だって死んでしまうって。私なしじゃ生きていけないだろうから。そうなるわけにはいけないって。そしたら、なんだか気がついたらあんなことに。すぐに片付いちゃうから。それに一緒にいたらまた怪しまれちゃう。私昨日のことはもう今日は気にしないようにするから。先生も気を使わないでね。舞ちゃん、これどこにしまうんだっけ。今行く。先生、それじゃね。
私、頑張って手を伸ばす。お兄ちゃん。
よかった。お兄ちゃんが無事で、私泣きそうになっちゃったよ。ありがとう、月読み。本当だね。何お兄ちゃん。なんで？私、大切なものあるよ。大切なものを守るためだったら何だってするよ。何だってする。私、お兄ちゃんのこと守りたいもん。死んだって守ってみせる。さっきだってその一心だったんだよ。そう、大切なものを守る力なんだ。私、お父さんがいなくなって寂しかったし、それにお父さんのことを心配もしたんだ。ずっとお祈りもしてたし、そしたらある日この子が私の守り神なんだね。不思議なことばっかりだけど、私にとって一番大事なことじゃないから。月読みは不思議だけど、不思議でも私の一番の大事を守るための不思議だったら、私全然気にしない。そういう不思議は私いくらあっても平気。こんなところにいたな。あ、みどり先生。なになに？一体どんなロマンティックシチュエーションだったの？は？何それ？この子は。にゃー。まあいいわ。ほら、もう時間よ。目立ちすぎるから、巨児くん先に戻っていいよ。私がさくやちゃん連れてってあげるから。今度絶対おごってよね。月森町の方にどうしても行ってみたい高級レストランがあるのよね。何？じゃあ私戻って2人がイチャイチャしてたって言っちゃおうかなって。それはさくやちゃんがかわいそうか。とにかくいいからとっとと行っちまいなさい。
それでは行ってらっしゃいませ。お兄ちゃん？お兄ちゃん？どうしたの？すごく怖い顔しているよ。大丈夫？お兄ちゃん。それじゃあね、さくら、頑張ってきます。ようこそいらっしゃいました。おかけください。それで、お話とは一体。なるほど。先生方のお話は、どのようなことであれ、耳を傾けるのが私の職務であり、責務です。ぜひ、お聞かせください。はい。そのお話はすぐにご報告をいただきました。先生。知っています。さすがに研究者ですね。失礼しました。私も聞きたい。ない。私はここはあまり好きじゃない。あいつのことが嫌いだ。理事長先生、知ってるんでしょ？私のこの力。それで、時葉さん。
うぞ、お二人もおかけになってください。さて、何からお話ししましょう。姫って何ですか？姫とは、エレメントと呼ばれる武器と強大な力を持ったチャイルドで戦う存在です。ハイリーアドバンスド、マテリアライジング、エクイプメント。それで、姫です。ハイリーアドバンス？高次物質化能力と呼ばれる能力のことです。便宜上、その能力を持つ者を姫と呼んでいるのです。例えば、久我さんの持っている銃や、時葉さんが出すことのできる炎の輪、天輪などがそれです。物質化された武器のことを、エレメント。物質化されたしもべを、チャイルドと呼びます。姫の体には、どこかに赤い紋章がついています。時葉さんにも、みなぎさんにも、その他の方々にも。しかし、紋章があるというだけでは姫ではありません。必要条件ではありますが、それだけでは足りないのです。そうです。大切なものを守りたいという強い思い。そのためには、それ相応のものをかけることをも厭わない強い意志。そうして、姫は姫として覚醒を果たします。それで、私たちにあの化け物と戦わせようってつもりなの？それが、理事長先生の目的なんですか？はい。他に方法はないのです。オーファンは通常の攻撃で傷つけられないこともないですが、倒すのは容易ではありません。それだって現代の武器を使ってこそのこと。オーファンを倒すことができるのは姫の持っているエレメント、もしくはチャイルドによる攻撃。これが一番なのです。理事長先生は、私を、そのために学園に呼んだんですか？私が、姫の候補だったから。はい。奨学金も全部、私が姫だから。だからなんですね。そうです。何よそれ。そんな勝手な都合で、私の生活を乱さないでよ。時葉さん。私はそんな、化け物と戦うために生きてるんじゃないんです。先生は、オーファンたちを野放しに、あの危険な存在を放置せよとおっしゃるのですか？無理強いはしません。お好きなようにしていただいて結構です。他の姫の方々も、それは同様です。
というのならば、それも結構です。オーファンとは、戦いたい人が戦うことでしょう。戦わないからといって、それで学園から追い出したり、奨学金を取り消すなどといったことも、もちろんありません。ですが、改めて私の意見を言わせてもらうのなら、時葉舞さん、ぜひ、あなたにも戦っていただきたいのです。それは、結局は大切なものを守るということに、つながるのではありませんか。時葉さん、仕方ない、とは言いません。だけど、できるのにやらないというのは、卑怯な気もしちゃうし。何より、それが結局は大切なものを守ることになる。だったら、私は戦う。何先生、険しい顔しちゃって。やだもう。先生が深刻な顔しちゃってどうするのよ。何が？だって私は今日まである意味ではずっと戦ってきた感じだし、やってやるわよ。私たちにしかできないのにやらないで、それでみんなが傷つくなんて私には耐えられないもの。時葉さん、みこと？どうした？舞。みことは、姫のことは知っていたの？そういう言葉は知っていたけど、オーファンと戦うとかなんとか。それで戦っているの？私には戦う力がある。だから戦う。私には守らねばならないものがある。守る。それだけだ。邪魔する奴は倒すだけだ。だけど負けたら死ぬかもしれないんだよ。大事な何かを失うかもしれないんだよ。負けなければいいだけだ。本当に。でもそれはそれで羨ましいかな。高村先生、お話ししていなかったことはお詫びします。ですが、やはりこれは知らなければ知らないで済むこと。でも、最後に決めるのはいつでも姫たち本人です。いつでも。私の毎日を精一杯生きるだけ。大切なものを守るために必要なら戦う。私もだ。さあ、ミコト、行くわよ。マイ、もう用事は済んだのか？あんたも関係していたことなのに。まあいいわ、行くわよ。それじゃあ先生、お先に失礼します。はい、先生には奇妙な形で姫やオーファンに関わらせてしまいましたが、なるべくお気になさらないよう
きたこと、古からでは、今日はこれで失礼させていただきます。体の調子があまり良くないので。ご苦労様でした。そんなに深刻な顔しなくてもいいんじゃない？先生。人を襲う悪い化け物を倒す正義の味方。いいんじゃないかな、そんなノリで。かっこいいな。ほら、みどりちゃんなんてそれを血で言ってる感じするじゃない？姫？ない話だよ、先生。僕は姫ではないよ。ま、いいんじゃないの？ましろちゃんも言ってたんじゃない？姫はオーファンと戦うための存在だって。だったら、あんまり深く考えないで、正義の味方の気分を満喫してもらってればいいんじゃないかな。今のところはね。授業が始まっちゃう。